皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、人に頼ること、弱さを見せることについて話そうと思います。皆さんは、人に頼ることが難しいと感じるタイプですか？それとも、頼りにすることにためらいがない方ですか？私は、人に頼ることが苦手です。弱さを見せることも苦手です。でも、私ぐらいの年齢の方、50歳以上の方は、大体の人がそうではないかと思います。そうした頼ることの難しさは、どういった背景からそうなったのかなどを、お話の前半で、後半では、入院中に、実際に私が頼ることで学んだことなどを語っていこうと思います。私と同じように、人に頼ることは苦手な方、弱さを見せるのに抵抗がある方など、人に頼る、弱さを見せるに興味が湧いた方は、ぜひ、よかったら最後まで聞いていってくださいね。そして、本題に入る前に、少しだけお知らせを伝えさせてください。今、私のチャンネルの投稿欄、コミュニティ欄では、チャンネルを登録されている方であれば、自由に書き込みができるようになっております。よかったらぜひ、あなたの育てたお花の画像や、病気のことなど、自由に書き込んでください。お互い知らない者同士ですが、このような人とのつながりがあってもいいんじゃないかなと思います。みんなでいいねを送り合って、優しい温かいコミュニティの場が築けたら幸いです。ぜひそちらの方にも、お暇がありましたらお越しくださり、ご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。また、こちらの動画の方にも、いいねやコメントをお待ちしています。よろしくお願いいたします。それでは、ここから本題に入っていこうと思います。人に頼るって難しいですよね。学生の頃などは友達に簡単に頼ったり頼られたりできたけど、仕事を始める時など最初はわからないことばかりだから人に教わるんだけれど、なかなか一回で覚えられないこともあるし、その度にまた人に尋ねることになったりすると、人の手を止めてまで何度も聞くことが申し訳なく思ったり、また何度も聞かないとできない自分が情けなくなったりもする。それに今と違って一昔前は時間的にも余裕があった感じがする。例えば人に尋ねてもなかなか教えてくれない人や、いちいちその度にやっぱりあんたじゃ無理とか、ほんとダメやなとか、わざわざ人を傷つけてから、はぁ、とめんどくさそうなふりをして、仕方なく教えるような人もいっぱいいた。そんな時は、よく、バカになれ、とか、バカなふりをしろ、と言われるけれど、傷つけられているのに、そこですでにバカにされているのに、これ以上、バカな扱いなんてされたくないよ。仕事が毎日、そんなことの繰り返しだと、そのうち人に尋ねるのも嫌になってくる。そうして、人の仕事っぷりを目で見て覚えるようになってくる。そして、ここではあの人の部分を真似して、ここではあの人の真似をしたらいいと、人に教わらなくても、だんだんコツをつかんで、仕事もできるようになってくる。その上、私は負けず嫌い。馬鹿にされるのも大嫌い。我慢できない。だから、人より早く仕事をこなせるように、めちゃくちゃ時間を使って、頭で考える。今思ったら、そんなことに時間を使うことこそ、可愛げがないし、バカみたい。でも、小さい頃から、どんくさい、何も考えてないと言われ続けて、育ったら、仕事ができなかったら、生きていくのが致命的だと、考えてしまうのも仕方ないと思う。そうして、がむしゃらになってたら、いつの間にか、仕事はある程度、人並みにこなせるようになる。次に、人にお願いしたいことも出てきたりするんだけど、これも、なかなか難しくて、思うように、お願いできなかったりする。人にお願いするより、自分でやってしまう方が早いから、お願いする人によっては、後始末する羽目になったり、とにかく人に頼むと、
時間が余計にかかってしまったりする。その上、その人にイライラしたり、自分が気が短いのかとか、性格が悪いのかなど考えてしまって、さらに余計な時間を使ってしまったりするもんだから、ますます人に頼ることは良くないことだと認識するようになってしまう。それだけ、一昔前は独りよがりな仕事ぶりでも、逆に仕事に真面目にならなくても、一通りは仕事が片付く世の中だったのだろうと思う。時間と労働力に余裕があったんだろうな。さて、じゃあ、今はどうなのだろうってことを、ここからは話していこうと思います。この動画をたまたま偶然見てくれた人がいたら、私のことは何も知らないと思うので、少し説明しておきますね。私は今までガーデニング系の動画を発信していたのですが、2025年の夏に体調を崩してしまい、病院に行ったら癌だったので、今はガーデニングをお休みしているものです。病気が発覚して即入院になったんですけど、3週間ほど入院していたんですけど、その3週間で私のそれまでの価値観、その他諸々のことがあまりにガラリと変わってしまったので、というより自分の望む自分が分かってしまって、もう今までのようには自分を偽ることができなくなってしまったんです。今まで自分を偽っていたことも本当は分かっていなかったかもしれません。自分では自分のことを正直者、嘘はつけないタイプと思っていたので、なので今はそのことを振り返りながら自分のことを見つめ直していて、そのことを動画にしています。今思う私の気持ちが誰かの何か思っていることの気づきになってくれたらいいなと思って発信しています。では、ここから後半を進めますね。入院してすぐに病院のアンケート用紙みたいなものを書いたんですけど、そのアンケート用紙にこんな質問があったんです。この病気が治って退院したら、あなたはどうなっていたいですか？よく覚えていないけど、こんな質問だったような気がします。その質問にちょっとの間、どう答えていいかわからなかったんだけど、ありのままの自分を受け入れられたらいいと思う。確か、そう答えたと思う。アンケートに答えた後、この質問について気になってしまって、それから眠りにつくまで、どうやったら、ありのままの自分を受け入れられるか考えました。アンケートにこの質問がなかったら、多分、私は、ありのままの自分について考えたりしなかったと思う。それで、とりあえず思いついたのが、嬉しかったと思えたことをノートに書くという方法だった。思いついたら、即行動してしまうのが私。次の日の朝に、看護師さんに車椅子で、売店に連れて行ってもらい、ノートとボールペンを買ってきました。ちなみに、嬉しかったことで、一番最初にノートに書いたことは何だと思いますか？それは、救急車で運ばれている時に、他の車が道路脇に避けてくれたことでした。これって、皆さんも普段から当たり前に行っていることですよね。でも、救急車で患者として運ばれている時って、めちゃくちゃ不安になるんです。救急車、実はすごく揺れます。タンカーから落ちちゃうんじゃないかなと不安になります。そんな時、他の車が道路脇に避けてくれるから、救急車はまっすぐ進むことができるんです。苦しかったり、痛かったら、一刻も早く何とかしてほしいですよね。私もまだつかないかなぁと思いました。時間が遅く流れているようにも感じました。それと同時に、他の車が道路脇に避けてくれていたことを嬉しく感じたんです。見ず知らずの私のために避けてくれて、ありがとう。救急車が通るために、人が当たり前に、道路脇に避ける国って、いい国だなぁ。こんな国を先代たちが築いてくださって、嬉しいなぁと思いました。自意識過剰だし、大げさな、と思うかもしれない。でも、私はそう思ったんです。そして、まだ、
人って温かいんだなーって。入院するまで長い間、引きこもりガーデナーだった私。忘れていたのは人のぬくもりだったのかもしれない。それからは人の優しさを感じたときは、なるべく感謝の言葉を述べるようにしました。そうやって入院生活を送っていると、いかに他人が自分に気を使っているかに気づくことができたんです。それから、さらに私は、人に頼ることの大切さを学んでいくことになります。結論から言うと、人に頼ることは、実は、人に迷惑をかけずに済むということ。頼るイコール迷惑、負担、こんな風に普通は考えるんじゃないかなと思うんです。でも、実は逆です。例えば、歩くときにちょっとフラフラするけど、トイレが近くにあるから、一人で行こうとする。入院した病院は、病室の横や通路反対側にトイレがところどころに設置されているんですが、足が少しフラフラすると看護師さんに伝えると、すぐそばにトイレがあっても付き添いますので、ナースコールで呼んでくださいね、と言われます。お風呂も同様です。具合が悪そうな時はずっと付き添ってくれました。患者としては、それぐらいのこと、看護師さんたちに気の毒で申し訳ない感じがします。でも、もし行く途中で転んだり倒れたりしたら、それこそ看護師さんたちに負担がかかるんです。ぶっちゃけちゃうと、看護師さんたち、あまりにもか細くて手も小さいから、手を添えて付き添ってくれても、私が倒れたら一緒に倒れちゃうよねって思って、マジ、倒れないように必死で歩かないといけん、と思って、実は気合い入れて踏ん張って歩いていたんですよね。でも、そばにいてくれるのは心地よかったです。それから、私みたいに相当具合が悪くなってから、やっと病院に行くのも、やっぱりダメです。特に、私のように体力のない人こそ、早めに行くべきなんです。たとえ、病院が嫌いだったとしても、病気が悪化したら、結局お世話になるのだから。悪化するほど、迷惑がかかってしまう。今まで、ごめんなさい。入院するまで、病院、嫌いでした。お医者さん、信用してませんでした。もちろん、今は信じていますよ。完治はしなくても、付き合って生きていけるなら、それで十分だし。それに、何より今は、自分で自分を信じることができているから大丈夫。自分で自分を信じることができるようになったのも、入院したからだったし。自分で自分を信じるのエピソードを、興味がある方は、この2個前の動画をご覧ください。そういえば余談ですが、30歳の時も入院したんですが、その入院がきっかけで、読書が好きになったんです。その時も、ここの病院だった。なんか、この病院、私と縁があるのかな。話がそれましたね。話を戻しますね。今回、まだ話が続きます。あと、もう一つ、よかったらお付き合いください。1回目の入院生活の、とある日、元気そうな患者さんが入院してきて、同室になりました。入院時にご家族で来られていたんですが、入院するなり、ご家族でやかましく、理不尽なことをやりたい放題。この病院は、重病患者が集まる病院なので、どの病室に移っても、患者同士でお互いをいたわり合う優しい雰囲気があったんです。だけど、その雰囲気が、ガラリと変わってしまいました。あまりに変わってしまったことや、周りに気を使えない人が許せない私は、怒りがこみ上げてきて、どうしようもなくなってしまいました。怒りが収まらない。そんな時、看護師さんが、話を聞きましょうか、と声をかけてくれたんです。その時、私は、こんなことで、忙しい看護師さんの時間を取るわけにいかないと思って、大丈夫と言って断ったんだけど、怒りが収まらなくて、どうしようもなくて、こんな時に人に頼ればいいのかなと思い出したんです。それで、看護師さんに時間を取ってもらって、思ったことを全部
洗いざらい話しました。この時の私は、マスクの中が鼻水だらけになるほど、めちゃくちゃ泣きました。多分、このことを言ったところで、どうにもできないような、些細なことだと分かっていたし、我慢できない自分も腹立たしいし、しょうもないことで時間をとって申し訳なかったし、看護師さんは真剣に話を聞いてくれたし、そのことを上司に掛け合ってくれたり、わざわざ私に気遣って手紙も書いてくれました。結局、そのご家族に話は伝わってないと思いますが、私の方は看護師さんに話を聞いてもらえたことで進歩したことがありました。人に頼ることが苦手だったけど、差し伸べられた手を握って、その優しさを感じたとき、その優しさをくれた人たちとの関係が、今後、壊れることの方が、理不尽な人たちに耐えるより、よっぽど辛いと思ったんです。もう、これ以上、つまらないことを言って、失望されたくない、嫌われたくない、と思いました。だから、次の日には理不尽だと思っていた人に声をかけて、自分から仲良くする努力をしました。看護師さんには、お礼とともに、もう、大丈夫、そう書いた手紙を渡しました。そして、理不尽だと思っていた人も、話してみると、とても優しい人だったんです。今までの私なら、嫌いと思った人には、徹底的に無視をするタイプでした。苦手だなぁと思う人に、自分から声をかけるなんてこと、めったにしないことでした。でも、結果オーライでした。しかも、今までで一番いい解決だったと感じました。悩む時間が、いつもより圧倒的に短く済んだからです。気分もいいし、おかげで退院まで、ずっと気持ちよく過ごすことができました。人に頼るって、自分にもメリットがあるんですね。そもそも、人に頼ることが簡単にできる人は、多分、人を見る目がある人だと思います。誰に相談したら、うまく解決できるかとか、分かっていないとなかなか頼れないし、そういう人は日頃から人付き合いも上手な人だと思う。それでも誰かが手を差し伸べてくれたら、誰もがそこは甘えさせてもらってもいいんじゃないかな。たとえ直接的に問題が解決しなかったとしても。だからこれからは少しずつ人に頼ることに慣れていけたらいいな。ということで、今回のお話はここでおしまいです。最後まで動画をご覧くださり、ありがとうございます。よかったら、チャンネル登録、いいね、コメントなど、よろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で。それではまた。よかったら、次回もまた、見に来てくださいね。